ただいま戻りました。営業先から帰った瞬間、上司の池谷課長と目が合い、これは早速お小言だと悟った。倉沢くん、ちょっと来て。はい、とは言ったものの、すでに声からうんざりの気持ちがあふれてしまっていた。俺はこの会社に入って半年の新人営業社員。まだ一人で営業先を回って契約獲得することはできないが、すでにお得意先となっている会社に書類を届ける使い走り程度なら仕事を任されるようになっていた。だが、そのパシリ仕事でもヘマをしてしまったのだ。倉沢くん、君は今日何のためにお得意先に行ったの？見積書を届けるためです。そうよね。でも、その見積書を持たずに出かけたわけね。申し訳ありません。俺の謝罪に返されたのは、これ見よがしのため息だけだった。確かに小学生でもできる仕事でミスをやらかしたのだ。しかも、得意先でのんきにコーヒーまでいただいて、いざ資料をとなったら、カバンに入っていなかったのだから、笑うに笑えない。俺だって血の気が引いた瞬間だった。みっともなく、カバンの中をごそごそ何度も探すくらいに慌てたし、目の前のクライアント様に資料を忘れたと正直に告げなければならない時の地獄の炎に飛び込むかのような苦しさは二度と味わいたくない。君さ、自分が新人だってことにあぐらかいて、努力して上を目指そうって気持ちがないんじゃないの？池谷課長の指摘に、俺はただただ頭を下げ続けるしかなかった。こんな会社入りたくて入ったわけじゃない。そんな思いが湧き上がってくる。もともと子供の頃から聞かれても困る質問があった。君にはしたいことがないの？この質問をされるたびに、笑ってごまかしながら、特には、と言葉を濁すのだ。何をやってもそこそこには面白いと思う。でもだからといって、周りの友達のように一つのことにはまり込んで熱中するなんてことは何一つなかったのだ。だから大学も入れるところならどこでもいいや、だった。何もかもを犠牲にして勉強に打ち込むこともなかった。適当にエフランと馬鹿にされる大学のこれまた何を学ぶという意思もないゆえにただ通り過ぎてきた文学部。入社試験の時に語った志望動機は一言も自分の言葉が出ない俺を見かねて先生が考えてくれた文章を丸覚えしただけだった。そんな人間に向上心などあるはずもない。この課長も上司でなければ目の保養になる美人なのに。美人だけど、触れば切れる鋼の断崖絶壁に咲く高嶺の花。それが池谷課長の評判だった。倉沢くん、ちゃんと聞いてるの？つい思考がさまよってしまい、すぐに池谷課長に見抜かれて怒鳴られる。いい？会社っていうのは、ずる賢く手抜きしてもバレないとか、誰か一人が頑張ればいいってものではないの。みんなでお客様にいいものを提供するには何ができるのかってマインドを持つことがお客様に伝わっていくの。申し訳ありません、と頭を下げたが、内心はうんざりだった。もともと精神論なんてうさんくさくて嫌いだった。会社の仕事に熱心なのは、それは偉いことなのかもしれないけれど、それを人にまで強要するなよというのが本心だ。心が伝わるとかエスパーかよ。だけど、その思いは池谷課長には伝わったらしい。倉沢くんは返事さえしていれば
いずれ解放されるから、とりあえず謝っておけばいい。くだらない精神論なんて聞いてられないって思ってるでしょう。いえ、そんなことは。池谷課長はもう見放したというようにため息とともに立ち上がった。言っても通じないなんてね。こんなこと言いたくないけれど、倉沢くんは学生時代も真剣に勉強に取り組んだことなんてないんだろうね。君からはもっと上を目指そう。そのためには辛いことも取り組んでみようっていう意気込みが全く感じられない。頑張ったことのない証拠よ。これだから低学歴はダメだって言われちゃうのよ。この学歴差別主義者。俺は去っていく池谷課長の背中に言ってやりたかったが、何一つ反論できる材料がなかった。だから黙ってうつむいているしかなかった。自分のデスクに戻ると、隣の席の同僚がお疲れと声をかけてくる。課長の大目玉を食らって大変だったなぁとねぎらいつつ、見積書持ってかないとかどんだけドジだよと笑われた。まあ確かにお前のミスもどんだけだけど、怒鳴られても治らんし腹立つだけだよな。確かに腹が立つし、低学歴などという抽象は言っても何の役にも立たないことだ。こんな風にみんなのやる気を削ぐような上司のもとで働くってどうなんだろう。自分にやる気がないのを棚上げして、そんなことも考えてみる。どこの会社にでも嫌な上司というのはいるものなのかもしれないけれど、池谷課長はなぜこんな対応をするのだろう。美人なんだし、女性の気遣いなんてあれば、みんな池谷課長のためにとかって頑張りそうなのに。トイレに立った俺は鏡の中のいつにも増して情けない自分の顔にため息をついた。仕事中にそんなでかいため息つくなんて失敗でもしたのかね。あ、社長。俺は鏡の中に映り込んできたキリッとした少年の顔に飛び上がりそうになった。失敗して上司に叱られましたって顔だな。申し訳ありません。反射的に頭を下げたが、この社長は池谷課長のことをどう思っているのだろうという考えが一瞬頭をよぎった。社長、池谷課長のことなんですが。池谷くん？ああ、池谷くんに怒られたのか。彼女は美人だから怒ると怖そうだね。そうなんですよ。それに僕みたいな低学歴は使えないらしくて、僕にはこの仕事合ってないのかなとか落ち込んでるんです。僕の少しの匂わせで社長は何かを感じ取ったらしく、顔色を変えた。会社を辞めたいのかね。いえ、僕みたいなのを雇っていただいただけでありがたいので。でも池谷課長の言い方もどうなんだろうなと思って。すいません、なんか言いつけるみたいですよね。俺は社長と話すこの空気感に耐えられなくなって、頭を下げて退散しようとした。だが、社長が俺を呼び止めた。倉沢くん、1週間後の飲み会に出席するかい？はい。もともとは欠席しようと思っていた会社の飲み会だったが、社長に聞かれて反射的に、はいと返事をしてしまっていた。池谷くんがなぜあんなに仕事にも人にも厳しいのか、飲み会に来たらわかるかもしれないよ。社長の言わんとしていることはわからなかったが、質問する前に社長が手を振って出て行ってしまった。飲み会に出れば池谷課長のことがわかるってどういうことだろう。俺は社長の言った飲み会の日まで何とかミスをすることなく過ごすべく細心の注意を払って仕事をしていた。それでも何度か池谷課長のお小言は食らったのだけれど、
一週間後の飲み会にはいつもの面倒くさいという思いとは違う少しワクワクする気持ちで出かけていった。社長と池谷課長は並んで座っていたが、あからさまに近くに座るのもと思って池谷課長の顔が見れる範囲の対面の離れた席に座った。社長の乾杯の温度の後で酒と食事が進んでいく。社長はグルメらしく、時々お気に入りのレストランや居酒屋を見つけては飲み会を企画するのだ。社長が結構な額を出してくれるおかげで、俺たちお金のない新入社員も美味しいものにありつけるのだから、ありがたい飲み会なのだ。いつもはのんびりと飲み食いする社長が、今日はやけに池谷課長にお酒を勧めている。これは最近私が気に入っているシャンパンでね。池谷くんならこの味の違いが分かってくれると思ってね。シャンパンですか？私に分かりますかね？最近お酒は自制して口にしていないので。まあまあ、あれから時間も経って昔の君ではないんだから、今日ぐらい楽しみたまえ。池谷課長はお酒を自制しないといけないようなことを過去にやらかしたのかな。聞き耳だけは大きくしていた俺は、社長と池谷課長の話に勝手な推論をしていく。しばらくすると明らかに顔の赤くなった池谷課長が、ちょっと失礼します、と席を立った。すると社長も席を立って俺の横にやってきたのだ。突然社長がやってきたことに同席の仲間たちもびっくりした顔になる。だが社長はそんなことなどお構いなしに、櫛を取り出すと俺の髪型をいじり始める。倉沢くんはあんまり自分の見た目の良さを引き出せていないよな。髪もこうした方がずっと男前だ。そう思わんか？同僚たちが社長のスタイリングで変わった俺を見て、おーと声を上げる。社長は面食らっている俺の背中を押した。ちょっと鏡で自分の顔を確認してみてきなさい。俺の座っていた席は社長に奪われ、俺は仕方なくトイレに向かった。こんな風に社長が俺の髪型を変えることで何がわかるというのだ。社長の考えが読めずに歩いていた時だった。まさと？不意に横から声をかけられて振り返ると、そこには池谷課長がいた。しかも涙を浮かべた顔で。まさと？池谷課長は俺の声に我に返った。だが溢れた感情は止められなかったようで、涙は幾筋も頬を伝っていた。びっくりする俺に池谷課長が恥ずかしそうに走って店を出て行こうとするので、弾みで俺も後を追いかけた。池谷課長、どうしたんです？ついてこないで。そんなこと言われても、泣いている女性を放置とかできないですよ。具合とか悪いんですか？大丈夫だからと言って、足早で走って行こうとする池谷課長。だが、お酒が入っているせいで、ふらついているのが気になって、バカみたいに後をついていった。店の外には景色を楽しむためなのか、植え込みの中にベンチが置かれていた。課長、あそこでちょっと休みましょう。ね。俺の必死な声の調子が伝わったのか、池谷課長が素直にベンチに腰を下ろした。隣に座ったものの何を言ったらいいのかわからずにいた俺は、とりあえずハンカチを課長に手渡した。ちゃんと洗濯はしてありますので、使ってください。ありがとう。池谷課長はハンカチを受け取ると、目元を押さえて恥ずかしそうに笑った。いつもの怖い鬼ババアの弱みを見つけたって思ってるでしょ？鬼ババアだなんて思ってないですよ。
まあ怖いですけど。倉沢くんは素直だな。池谷課長が初めて見る優しい顔で笑っていた。さっきは本当にびっくりした。倉沢くんが正人にそっくりだったから。その髪型どうしたの？俺が素直に社長がやったと言うと、課長は社長かと困ったように笑っていた。それから池谷課長が話してくれたことは思ってもみない衝撃的なものだった。池谷課長には5年前に婚約者がいたのだそうだ。自分で会社を起業しようとしていた大学時代からの彼氏で、これからやっと夢が軌道に乗りそうだという時に、交通事故で亡くなったのだという。本当に頑張り屋な人で、どんなに苦しい時でも、一番闇が濃くなるのは夜明け前なんだって言ってた。今の苦しみを越えられれば、光が差す朝を迎えられる。感動の時が待ってるんだって。私はそんな彼が大好きだったし、支えていきたいと思っていたの。俺とは正反対の人だな。それが俺の感想だった。そんな彼を失って、しばらく私は使い物にならなかったと思う。毎晩お酒に逃げて、何度も社長に怒られたものよ。愛していた相手なら、その相手を理由に自分を壊して申し訳ないと思わないかって。その言葉に目が覚めて、私も前向きになろうと思えたの。社長が池谷課長を苦しみから救った人だったのか。それと俺がどう関わるのだろうと思っていると、池谷課長が俺に笑いかけた。私も仕事に打ち込んで、前みたいに泣いて暮らすことはなくなった。そしたら君がうちの会社に入ってきた。すごいびっくりしたよ。正人にそっくりだったから。俺が課長の元婚約者に？俺は思わずベンチから立ち上がってしまった。この髪型は池谷課長の元婚約者に似せるために社長が仕組んだことなのだ。社長も意地悪よね。立ち直ったとはいえ、こんないたずら仕掛けるなんて。でも私への社長からの戒めでもあるのかもね。池谷課長はそう言うと、不意に俺に向かって頭を下げた。今まで倉沢くんには必要以上にきつく当たってたよね。多分正人に似ている君に流されないようにという自分への思いのせい。そして正人と私が一緒に持っていた熱い思いを君にも持ってほしいと押し付けていたのかもしれない。そう言われた瞬間、なぜか俺の中で湧き上がる思いがあった。今まで何事にも面倒くさいとしか思わず、やる気なんてどうやって起こしたらいいのかわからないような人間だったのに、悔しさに似た思いが胸の中にあふれたのだ。池谷課長が俺に厳しかったのは期待の裏返しだったということだ。だけどそれに応えない自分に失望し、でも見放さないで何度も叱ってくれていたのだ。俺は今まで期待なんてされたことあっただろうか。それがたとえ元婚約者の面影を追ってのことであったとしても、人にやれるはずだと信じてもらったことなんてなかったはずだ。俺も申し訳ありませんでした。バカだから仕事なんて課長の半分もできないけれど、せめてやる気だけは示せたはずなのに。池谷課長は俺の言葉に目を丸くしていたが、嬉しそうにうなずいた。新人だもの、ミスはつきもの。それをフォローするために先輩がいるのよ。でもやる気は見せてほしいわね。俺はうなずくと、池谷課長に手を差し伸べた。みんなのところに戻りましょう。そうね。さっきから社長も
ニヤニヤしながら迎えに来てるからね。店の入り口を見ると、確かに社長がこちらを手招きして立っていた。寒いから早くしろと言ってるようだった。こんな会社に入りたくて入ったわけじゃない。そんなことを思っていたけれど、俺は予想外に素敵な会社に入れたのかもしれない。部下を思いやる社長がいて、やる気に満ちた上司がいる。俺も少しはやる気を見せて、会社の役に立つ人材になれるのかな。今まで何も頑張ってこなかった自分が歯がゆい。でもこれからだって間に合うはずだ。社長や課長のもとで俺も頑張っていきたいと思った。そしていつか池谷課長の婚約者に負けない男になれたらいいなと思う。